ちょっとこうアドベンチャー、知らないところに行くという、車本来の持っている、モビリティ動の楽しさ、それに加えて車そのものの楽しさ、もう本当に長距離ドライブでこういうアウトドアはいいですね。で今乗ってるのがアウディ Q5、アウディの A4 ベースで作られた SUV ですね。エンジンはなんと V63 リッターガソリンの、ターボチャージャーなのでものすごいトルクがあります。これにトルコン8速 AT が組み合わさってますから、高速道路をずっと東京からクルージングしてきたんですけど、エンジンはもう2000回転以下で本当にこう余裕があって、下のトルクがあるからエンジン回転上げないで済むんですね。ですからもう燃費もリッター9キロ以上楽に10キロ近い燃費で走ってくることができます。こんな素敵な SUV アウディ Q5、実はこの Q5 の本命エンジンは2リッターターボ、そこに向けて、例えばポルシェのマカンがアウディの Q5 と、プラットフォームを、一部共有しながらも、マカンという SUV コンパクト SUV を出してついに2リッターエンジンも出てきたんですね。その辺はかなりアウディの技術エンジンを、ポルシェも使ってるわけですけども、このプレミアムセグメントで2リッターターボの SUV がどうも主力になりそうな気配がしますね。ポルシェで言えば、マカンのお兄さんの、カイエン、このアウディで言えば、Q5 のお兄さんの、Q7 がありますが、やっぱりサイズ的にはこのぐらい Q5 ぐらいのところが一番乗りやすいんですね。ちょうど BMW でいうと X3、メルセデス・ベンツでいうと、GLA や、GLK のところに、ポジショニング的には来ますけども、この辺がそのプレミアム世界の、売れてる SUV です。そしてついに今回ここの領域に日本の代表する高級ブランドであるレクサスが NX というモデル名で、登場しました。ハイブリッドが主力パワートレインですけども、トヨタとしたら久しぶりのターボエンジン、レクサスとしては初めてのターボエンジン2リッターを投入してますね。それでこのレクサス NX2 リッターターボと、このアウディ Q5、 ただ、広報車の関係で Q5 の2リッターターボが借りれなかったので、今回は3リッターターボを持ってきてしまったんですけども、もちろんパフォーマンスでは非常に大きいものがありますけど、ただこの乗り味に関して言えばどんなエンジン乗っけても非常にアウディはアウディらしさを貫いてますね。NX と比べるとまず驚くのがやっぱり全部にわたって合成感が高いなと。ステアリングフィールから乗り心地はちょっと実は硬めなんですけども、合成感が非常にソリッドでしっかりしている、そんな印象を受けますね。それとトルコン8速 AT ですから非常に下の方は多段ギアでクロスミッションなので、フルにアクセルを踏むと、びっくりするぐらいの加速性能を持ってますね。この辺が、3リッターと8速トルコン AT の強みかもしれませんけども、それだけのビッグトルクを、クワトロシステムによって路面に伝えてますから、こういう山道あるいは滑りやすい路面、ちょっとしたオフロードでも安心して走ることができるんですね。エンジンもステアリングもほんのちょっと踏んだだけでスッと動くこのレスポンスの気持ちよさ、気持ちいいな。この辺がやっぱり何といってもアウディの魅力かも分かりませんね。Q5 はすでに A4 ベースということを考えると、結構モデルも熟成が進んだ状態になってますので、今あるそのプラットフォーム技術で言えば、一番成熟している状態ですね。こういう狭いワインディングを走ってもこのステアリングに遊びがなくて、切ればスッと向きが向きますから、この辺の動きの軽快感というのは非常に気持ちいいですね。なかなか Q5 いいなという印象があります。デザインもいいし、ボディが非常にソリッドだしスポーティーだし、ステアリングブレーキ、全体的に少し重めですけど遊びがなくてダイレクト感があって、
しかもサスペンションはフラットライド。この Q5 はちょっと言うことないなっていう感じの魅力的な SUV ですね。さあレクサス NX です。待望の2リッターターボ。 NX にはハイブリッドとターボ2リッターの2本立てですけども、全てのエンジンのモデルに2輪駆動 FF と4駆があります。しかも4駆はハイブリッドの場合 E4 になりますから、リアはモーター駆動ですね。つまりプロペラシャフトのない、4輪駆動ということで、ハイブリッド専用4輪駆動オンリーワンの技術ということで、興味深いんですけども、今回は何といっても、トヨタ久しぶりレクサス初の2リッター直運ターボを持ってきました。238馬力で350ニュートン、6速トルコン AT、今乗っているのは AWD なので、電制御の、クラッチタイプの、4輪駆動ですけども、非常にやっぱりターボなのでハイブリッドとは違って、いいですね。でアウディの方が3リッターターボなんだけど、アクセルを全開で踏めばこの2リッターと3リッターターボの違いは出てしまいますけども、高速道路を巡航したり、あるいはこういう山道狭いところをそんなに飛ばせられないスピードでパーシャルで、1500から2000回転ぐらいで走っている時は実は、レクサスの2リッターターボとアウディの3リッターターボの差はほとんど分かんないですね。で後でアウディに乗った時にこれ3リッターなのかなってちょっと思ってしまったぐらい、パーシャルではこのレクサス NX の2リッターターボはいい感じでトルクを出してますね。でレスポンスも非常にいいし、音も非常にスムースでスポーティーなエンジンのピックアップを示しますね。ですから官能的にはトヨタはそのレクサスはすごくいいエンジン作ったなっていう印象があります。ハンドリングがどうかというと、アウディほど、サスペンションをカチカチにしてるわけではないですね。今乗ってるのはバージョン L なので、どちらかというと、豪華なラグジュアリー仕様です。もう一つ F スポーツという、ガチッとした感じのものもあるので、その F スポーツの方が、アウディの Q5 に近い、ソリッドで、レスポンスのいい乗り心地が得られるかもしれませんね。しかし今回東京からずっと乗ってきて、やっぱこのバージョン L が一番乗り心地とのバランスがいいなという感じがします。レクサスはどんなに頑張ってもレクサスです。つまりアウディやポルシェとは違う世界を持っていなければならないんですね。ですから F スポーツでポルシェのマカンやアウディの Q5 に近づくと言っても、それはレクサスの世界の中で少しアウディに近づくという話であって、レクサスはやはりこの乗り心地、品質、安心感、そういったところが、ブランドのコアコンピタンスじゃないかなと思いますね。アメイジングというそのキャッチフレーズで最近レクサスブランドをブラッシュアップしてますから、アバンギャルドな人をハッと思わせるような、その官能的な部分を主張してますけども、私は少なくともレクサスに対するイメージあるいは期待値はちょっとアンダーステートメントな、それで奥の方に上質ないいものを持っている、これこそ日本人じゃないとなかなかわからない、あるいはなかなか作れない、価値なのかなという気はしますね。非常にこのフロントスクリーンの見え方というのはアウディと同じように、ワイド画面ですけども、意外とこの上下の天地が、少し狭めなので横長感ですね。横長モニターを見ているような感じなので、上はもうあんまり見る必要もないですから、しかもこの A ピラーのところにあるドアミラーを少し後ろ側に配置して、三角窓みたいなものを用意してますから、この A ピラーのあたりに死角になる領域は
こっちの方がレクサスの方が見えやすいですね。この辺はよく作られてますね、パッケージ的に。このエンジン本当にいいエンジンだな。いつもサーキットとか限界のところで走らせてますので、どうしてもマックスパフォーマンスのところの評価になりがちですけども、パーシャルで走るとこの新しい2リッターエンジンはレスポンスもいいし、本当に世界で戦える、いいターボエンジンだなという気がしますね。しかもヘッドアップディスプレイがついてますから目線を落とさずに走ることができますね。たった一つ気になるのがタイヤのロードノイズがアウディの方が静かでこっちの方がちょっとうるさい。しかし乗り心地はレクサスの勝ち。ハンドルやブレーキタッチもこっちの方が少しマイルドなので、アウディは少し重めな感じがありましたけども、軽いタッチでステアリングやブレーキ操作ができますから、なんか軽快なフットワークという感じがしますね。NX いいな本当に。オーバーオールでいうとアウディ Q5 を抜いたかも分かりませんね。ということは X3 も抜いたかもしれないし、ドイツ御三家メルセデス BM アウディに対してこのレクサス NX は相当いいところにいるんじゃないかなって感じがします。これはお世辞抜きの話ですね。